H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。ファンクズホングへの日記の第6章へようこそ。こんにちは。スーパーナチュラルコムユニエのレイ氏から提供された台湾の超常現象の物語を2つ紹介します。以下の物語は一人称で語られ、西暦1997年の真夏に戻ります。その夏、それは旧暦の7月で、私は当時不動産屋で働いていました。会社は固定基本給制を採用しており、毎朝8時半までには出勤しなければなりません。天気は快晴で、通り全体が太陽の光で満たされていました。当時一番流行っていた 150cc バイクの紅葉ドクター A に乗り、訳のわからない歌を口ずさみながら街中を走りました。いつものように朝礼が始まり、上司の司会で業務の見直しが始まりました。上司が突然私に叫びました。長毛、もう何をしているのですか？今日は何日ですか？まだ盛り上がっていませんか？私はすぐにこの上司がパフォーマンスつまり会社での私の仕事のパフォーマンスについて言及していることを理解しました。不動産業界では成績の良い人が称賛されることが多く、誰もがその人につきまといたがります。上司は私に不満を持っていましたが、それを見た上司はさらに嫌悪感を抱き、私に抱きつきさえしました。その時、社内の雰囲気は緊張し、異様な雰囲気になりました。おそらくこれはビジネスの性質上生じる一種のプレッシャーかもしれませんが、次の話では、さらに信じられないほどの超自然的な体験を共有します。真夏の不動産会社では、時計の針が進むにつれて、すべてがますます異常になっていきます。よくやった、弟よ。会社はあなたをひどい扱いしてはいけません。ブロマンスでは、たとえあなたが飛びハゼのように見えても、女性の同僚はあなたに嫌悪感を抱くでしょう。このミーティングでは私は批判されませんでしたが、上司は私が全力疾走を続けてより良いパフォーマンスを達成できることを期待していました。会議の後、私はまだ良いケースが手元にあることを突然思い出しました。この事件は、高尾市霊学林新道と京中寺の交差点にある友利園ビル内に位置し、権利登記面積は31平方メートルで、基本価格はわずか200万元と 5% の仲介手数料がかかります。私は事件を急ぐことに決めたので、家の所有者に電話して定期的な報告をしました。電話は長い間鳴り続け、ついに女の子が電話に出て誰を探しているのか冷たく尋ねました。彼女は何も言わなかったが、私が、ヤンさんですか？と丁寧に挨拶すると彼女は10秒ほど沈黙してから私が誰なのかなぜヤン XXX に会いたいのか、と冷たく尋ねました。彼女の口調を聞いて、私は少し焦りながら、なぜヤン〇〇を探しているのですか？と答えました。私は彼女の口調を聞いて、少し焦りながら答えました。お嬢様私が探している人は確かにヤン XX3 で、この番号は彼女のものですよね。相手は少し立ち止まって、静かに私に答えました。あなたが探している妹です。彼女は死んだのです。殺されました。何でまたこんな事件に遭遇したんだろう？本当にショックでした。というのは、この家を売りに出された時、オーナーの女性は一人で住んでいて、すでに会社に鍵を渡していたからです。彼女は上映前に電話をした限りは大丈夫ですが、連絡せずにドアを開けてそのまま入ることは絶対にできないと言いました。私は謝罪した後、亡くなった方の妹について尋ねました。妹が亡くなった理由は？死亡者の妹によると、姉には幼い頃に婚外子がおり、その子は父親に従っていたが、別れた後も姉が懸命に働き、相手に養育費を送り続けたという。子供の。しかし、仕事柄、8つの主要産業に携わることになり、それがやがて思わぬ悲劇を招いてしまう。この状況全体を見て私は無力感を感じ、この事件が悲劇につながっているのではないかと呆然としました。八大産業で働く家庭で、女性家主は恋人と出会ったが、少年は支配欲が強く、女性家主から離れたくなかった。さらに、
彼は薬物を使用して女性の家の所有者を支配し、最終的には未知の薬物を強制的に飲ませて彼女を死に至らしめました。私はこの悲劇的な結末を知って非常に悲しみ、今どう対処すべきかを尋ねました。家の所有者の女性が自分の家で亡くなったのかとの質問に、妹はそうではなく、小港市のボーイフレンドの家で亡くなったと答えた。安泰病院に搬送された時、住宅所有者の女性には命の兆候はなかった。普通の不動産屋さんだったら、こういう事態に遭遇したら諦めてしまうかもしれませんが、私は諦めませんでした。私は住宅所有者の女性が亡くなり、彼女が残した財産、特に子供たちの相続権を第一に考えるべきであると指摘し、規制に関する提案を続けてきました。売却後の家の分配については、幼い子供の父親と交渉する必要があると示唆されています。このような事件の複雑さと悲しみにもかかわらず、私は前向きなままです。数日後、亡くなった方の妹から電話があり、家のことをどうするか話し合うために、子供の父親と連絡を取り始めたと告げられました。この変化は、私の粘り強さと努力がこの困難な状況において適切な解決策を見つけることができることを示しており、同時にこの事件の処理がより公平かつ合理的になることを示しています。子供の名前で相続登記するのは問題ないかもしれないが、子供の母親の財産を分配する気はない。つまり、不動産売却が完了すると、全額が個人の両親に返還されることになります。電話を切った後、私は直接家に行って個人とコミュニケーションを取り、家を売り続ける意思があるかどうかを確認するべきかどうか疑問に思いました。ここ数年、いくつかの超常現象の家に遭遇し、そこから厳しい教訓を受けてきたので、私は用心深くなり、適切な時期を見つけて現場に行くことにしました。安心感を高めるために、私は他の同僚2人に同行してもらいました。1人は部門の責任者で、もう1人は経験豊富な女性営業幹部でした。私たちのグループが家繰り返しの交差点に到着すると、旧暦7月の雰囲気が非常に濃いことに気づきました。高尾市の林森道エリアには、この建物の隣に先天廟があります。寺院の正面には長い鉄骨で作られた小屋がある。神秘的な雰囲気の中に立っていると、歓喜を感じました。この状況を見て、私は超自然的な家に直面して厳しい罰を受けた過去の経験を思い出しました。しかし、私は冷静にこの状況に向き合い、個人の霊と対話して家の売却に対する希望を理解しようと決意しました。もしかしたら、この経験が私に別の結末をもたらすかもしれない。子供の名前で相続登記するのは問題ないかもしれないが、子供の母親の財産を分配する気はない。つまり、不動産売却が完了すると、全額が個人の両親に返還されることになります。電話を切った後、私は直接家に行って個人とコミュニケーションを取り、家を売り続ける意思があるかどうかを確認するべきかどうか疑問に思いました。ここ数年、いくつかの超常現象の家に遭遇し、そこから厳しい教訓を受けてきたので、私は用心深くなり、適切な時期を見つけて現場に行くことにしました。安心感を高めるために、私は他の同僚2人に同行してもらいました。1人は部門の責任者で、もう1人は経験豊富な女性営業幹部でした。私たちのグループが家繰り返しの交差点に到着すると、旧暦7月の雰囲気が非常に濃いことに気づきました。高尾市の林森道エリアには、この建物の隣に先天廟があります。寺院の正面には長い鉄骨で作られた小屋がある。神秘的な雰囲気の中に立っていると、歓喜を感じました。この状況を見て、私は超自然的な家に直面して厳しい罰を受けた過去の経験を思い出しました。しかし、私は冷静にこの状況に向き合い、個人の霊と対話して家の売却に対する希望を理解しようと決意しました。もしかしたら、この経験が私に別の結末をもたらすかもしれない。何を質問すればいいのかわからず、心の中で考えました。
ついに勇気を出して聞いてみることにしました。3つ続けて質問したところ、驚いたことに、9つ続けて聖なるワイルドライスを手に入れることができました。本当に信じられない、こんな不思議な状況は初めてだ。最初の質問は、養蚕、亡くなりましたが、まだこの家を売りたいですか？というもので彼女は私に聖なるタケノコを3本くれました。それから私は2番目の質問をしました。ヤンさん、この家を売ってもいいですか？同様に彼女はまた私に3本の神聖な稲をくれました。3番目の質問をする前に、同僚2人が静かに家から出て行ったのに気づきました。私は少し腹が立ちました。同僚の愛なしに、どうして私が家に一人で取り残されるのか、と。しかし、この奇妙な場所から出るために、最後の質問を早く終わらせることにしました。私は最後の質問をしました。ヤンさん、あなたは今もこの家に住んでいますか？彼女は再び私に3本の神聖な野生の稲をくれました。その過程全体を通して、個人が私の質問にこのように答えるとは信じられないと感じました。少しショックを受けましたが、不思議な力も感じました。すべての質問を終えた後、私は急いで家を出て、外で同僚と会いました。中元パドゥの瞬間、超自然との接触は忘れられない経験を生み出しました。ワイルドライスを3杯目まで飲む頃には、心配になって家中を見回さずにはいられませんでした。あなたは今どこに立っているのでしょう？同時に足が少し弱くなって歩くことができないように感じました。ドアを閉めた時、同僚2人がすでに階下に逃げていることに気づきました。エレベーターを待っている間、このフロアは100年が経ったような気がしました。ようやく階下に降りると、同僚2人がクスクス笑っているのが見えました。私は思わず悪態をつきました。あなたたち2匹の亀は、普段は自分の凄さを自慢しているのに、今は飛ぶように走っているのよ。さてここまで事態が進展したところで次に何をすべきでしょうか？私は亡くなった方の妹に電話してこう言いました。養蚕強化を見に行った時お姉さんにアドバイスをお願いしました。彼女は返事をして、まだそこに住んでいると言いました。死ぬほど怖かったです。どうすれば売れるでしょうか？それを聞いた妹は、そんなことあるの？じゃあ親に言ってみます。と静かに言いました。電話はさらに多くの疑問と混乱を引き起こし、私たちは謎にさらに深く陥りました。死者の存在と家の真実が事態を複雑にさせる。私たちはさらなる答えを必要とする状況に直面しています。おそらく私の姉は、この事件の舞台裏をより深く理解するための重要な手がかりを提供してくれるでしょう。2日後、妹から電話があり、体を通して神様にお願いしたとのことでした。姉妹は、イエスはもう家にはいないと答えました。問い合わせてみると、近くのお寺では中元法への準備が進められていました。妹の説明によると、家には中元の祝い祭りに参加するために、階下で休憩するために一時的に滞在している友人たちでいっぱいだったそうです。彼女は、それは私に対する神の答えではないと強調しました。電話を終えた後は、落ち着く必要がありました。私は自分にこう言いました。よしこれからも一生懸命働いてこの家を売る、ぞ。最終的に1週間後255万元で取引を完了することができ最低価格は210万元でした。この物語は私たちが感謝と親切を持っている限り、そしてその品物が家にない限り、それを売ってはいけないと誰が言ったでしょうか？この事件が解決した後、私を抱きしめる人が増えました。あの時代、パフォーマンスであらゆる病気が治るというのは本当でした。そしてそれは現代でも同じです。ラオワンがあなたと一緒に超自然的な映画を見たとき、私は成功の味を深く感じました。この経験は私をキャリアで成功させただけでなく、超自然的なものについてより深く考えるようになりました。これは新しい小型ユニットです。反応が良ければ、レイオーボンクオボよくあなたと一緒に超常現象のビデオを見ます。今日はロンドンの地下鉄の待合室に関する超自然的なビデオを見てみましょう。
地下鉄で誰かがビデオを撮影していましたが、誤って逃走中の男性を撮影してしまいました。どのような状況ですか？ビデオをご覧ください。写真では、ロンドン地下鉄の待合室が見えてきます。撮影者は特に目的もなく適当に写真を撮っているようだった。しかし、写真が徐々にズームアップしていくにつれて、観客は急いで逃げているように見える男の影に気づきました。彼は何か不安を抱えているかのように急いでいるように見えました。このビデオは視聴者の間で激しい議論を巻き起こし、様々な説明や憶測が飛び交った。ドラマの撮影やプロジェクトのマーケティング戦略である可能性があると考える人もいる。また、これは本当に奇妙な事件であり、男性は地下鉄の駅で急いでいるように見える何らかの異常な状況に遭遇したのではないかと考える人もいます。しかし、視聴者の間では映像の信憑性について様々な意見があり、超常現象に対する国民の好奇心と相反する見解を反映している。真実か嘘かに関わらず、このような超常現象映画は常に観客の興味を呼び起こし、超常現象の可能性について人々に深く考えさせることができます。このビデオについてのご意見も共有していただければ幸いです。これは本当に超自然的な出来事ですか？それともある種の巧妙な仕組みですか？レール飛び込みなどの事件は後を絶たず、人々は常に何らかの超自然的な伝説を広めます。ここで命を絶つと、地縛霊となって永遠に囚われてしまう可能性があり、自殺前の苦しみよりも辛いという人もいます。したがって、私たちは自分自身にチャンスを与え、簡単に諦めないようにすべきです。ある日、私は重い心で人生について考えながら駅で電車を待っていました。5分も経たないうちに突然、悲痛な叫び、声が聞こえてきて、私の注意を引きました。それから、シャオジャンという名前の若い男が、血の気が引いた顔で、本当に張って家から這い出てくるのが見えました。私はショックを受けてすぐに車を振り、シャオちゃんを訪ねました。彼の顔は青白く、青リンゴのような緑色にさえなっていました。この変化は私に衝撃を与えました。何が起こったのか尋ねると、シャオちゃんは悩みとジレンマをゆっくりと打ち明けた。当初はその家で生涯を終えるつもりだったが、決心した時、見えざる手に引きずり出されたような強い抵抗を感じ、自殺を断念したという。この経験により、人生には常に未知の力、おそらくは愛や希望があり、それが人生の困難に立ち向かう勇気を与えてくれるということを深く認識しました。ザイアオザングへの話は、自分にチャンスを与え、簡単に諦めなければ、予期せぬ出来事が起こるかもしれないことを理解させてくれました。